こんにちは、大輔です。本日は日本からのビザなし渡航が間もなく実現へタイ政府ということでお話をしてまいります。渡航緩和についての話題は、一旦ストップかと思われた年末年始でしたけども、そんなことはなくてですね、どんどん新たなレギュレーションが作られつつあります。このスピードについていきましょう。ラインナップはこちら。1、タイ政府の動向をチェック。2、渡航プロセスを解説。3、アジア圏でビザなし渡航ができる国はここということで参ります。本日の話が本当に進むとしたら、アジア圏としてはね、快挙と言いますかね、これからの渡航緩和のスタンダードになる可能性があるというね、とっても驚きのニュースとなります。しかもですね、日本政府の外務省が対応に入る手前のとても新鮮な情報になりますので、皆さん心して見ていただければと思います。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、タイ政府の動向をチェックということで、こちらはですね、バンコクポストの12月11日の記事になります。タイ政府内閣ビザなし渡航についてということで要約してまいります。タイ政府のですね、外務省が外国人の入国制限緩和について議論をされていたということでね、この12月初旬の会議で、なんとですね、ビザ免除を認める方針で合意されたということなんですね。まずは既存の30日間の滞在が可能なビザ免除対象国、この56カ国あるとね、これらを緩和していくと。そこにはもちろん日本も含まれていると思われるわけなんですね。他にもですね、ビザ免除の期間が30日よりも少ない6カ国だとか、90日以内としている4カ国、これらについてもね、緩和の対象になるということで、単純計算するとですね、合計で66カ国からのビザ免除を復活させるというね、決定と見て取れるわけなんですよ。ということなんですけど、これはね、本当なのかということでね、本当であればですね、タイ政府の一時情報をたどりたいところなんですが、残念ながらですね、タイ政府の官報を見たところ、まだこちらが掲載されておらずでして、他にですね、パタヤライフさんというブログ記事からタイ政府に近しい有力情報が掲載されてましたので、そちらからのね、紹介をしていきたいと思います。日本からタイへのノービザ入国が可能へというね、タイトルのブログ記事なんですけど、注目すべきところがですね、世界にあるタイ王国大使館ですでにビザ免除の解除を発表している地域があるということなんですよね。これはですね、見つけていくのが大変な情報なので、このブログの恩恵に預かろうと思うわけです。ということで、チェックするのはですね、スイスのケルンにあるタイ大使館、もう一つは在アブダビタイ大使館。アブダビはね、UAE の首都ですよね。それではそれぞれですね、自国民がタイに向けてビザなし渡航ができる旨の案内が掲載され始めているということで見てまいりましょう。こんな感じですね。まずはスイスのケルンにあるタイ大使館に掲載されている情報になるんですが、30日間のビザなし渡航、あとはね、特別観光ビザがたった今スイス国民に開放されたというね、こんな感じで強調されているわけなんですよ。このバナーは待ち焦がれていたというね、熱さを感じますよね。もう一方のアブダビにあるタイ大使館、こちらはですね、大使館の Facebook ページに掲載されている情報からになります。ご丁寧にですね、タイ入国が認められる国と地域のリストが掲載されておりまして、この中にですね、日本もきっちり入っております。もともとビザ免除となってたね、中国だとかインドに関してはここにね、掲載されていないので、こちらはね、何らかの理由で除外されているのかもしれません。意味深ですけどね、ここでは触れずに先に進みたいと思います。これがですね、本当だとしたら、
アメリカだとか欧州などのね、コロナ感染の高リスク国がビザ免除を全面的に受け入れている事例にですね、相当しそうなわけなんですけど、低リスク国であるタイがですね、これをやってしまって大丈夫なのかという心配になりますよね。ということで、どうやってタイ政府が大規模になるであろうビザ免除プログラムを再開していくつもりなのか、これをね、掘り下げていきたいと思います。②、渡航プロセスを解説ということで、まずはですね、先ほど皆さんにお見せしたアブダビにあるタイ大使館の情報にですね、入国条件の記載がありましたので、チェックをしていきましょう。おそらく日本を含むどこの国に対しても同じようなね、ルールになるものと思われます。こちらですね。まずは事前のオンラインでの入国許可証ということで COE の登録を必要とするということですね。あとは政府指定の隔離ホテルの予約 ASQ ブッキングと言われるものですね。そして出発72時間以内の陰性証明。これはね、どこの国でもよく求められるものになってきてますよね。そして健康証明書。そして最後に最低10万ドル保証の海外渡航保険ということで、本当にですね、日本からの渡航も適用されるのかについては、おそらく近日中に日本にあるタイの大使館のね、情報がアップデートされるものと思いますけども、今現在の情報もね、参考になりそうだったので、皆さんに共有していきたいと思います。ということで、ここでですね、日本にあるタイ大使館の情報を見ていきましょう。こんな感じですね。タイ王国を有しないもののタイ王国入国ということで、この情報自体もですね、12月9日にアップデートされたばかりの新しいものなんですよね。渡航プロセスが図解されていますので、これね、順を追って見ていきたいと思います。ちなみにこちらはですね、ビザなしの渡航のものではなくて、事前のビザ申請を前提とした流れなので、その点を踏まえながら見てまいりましょう。まずはね、こちらの手順からということで、ビザ申請をしましょうというところから始まるわけですね。その後、ビザが無事に発給されたらですね、その後オンラインの入国許可証を申請するという流れになります。その後に航空チケットと隔離ホテルを予約しまして、こちらのですね、予約確認書をオンラインサイトにアップロードするみたいですね。そして入国許可証が発行されたら、それをね、ダウンロードして持っておきましょうと。で、その後にですね、健康診断書と陰性証明書を入手しましょうと。これはですね、渡航前72時間以内の必要があるわけです。そして最後に実際に渡航をするということで、タイへの入国をした後は14日間の隔離生活となるわけなんですね。おそらくですね、ビザなしの渡航が解禁されたら、こちらの冒頭にあるビザ申請の処理がなくなってですね、後の手順はそのまま適用になるものと思われます。以前と比較すれば色々と煩雑にはなりますけども、それでもね、自分の意思で渡航ができる道が開けるようになるということがタイで起こればですね、アジア圏の中でもめちゃくちゃ進んだ取り組みになるなと思うわけなんですよ。あとはこれが意味するところとしては、最後の砦と言われている14日間隔離措置、こちらをね、必須とすることによって広く緩和を受け付けることができうるという一つの可能性を示してくれますんでね、今後の動向から目が離せないわけなんですよ。このレギュレーションでことが進んでですね、海外からの持ち込み陽性者の数が増えてしまわないのかどうかについては要注目といったところだと思うわけです。それでは最後の話題に参りましょう。③、アジア圏でビザなし渡航ができる国はここ。ということで、本日お話をしたタイの取り組みについてはですね、正直びっくりしているところではあるんですけど、実はですね、アジア圏でもビザ免除復活に乗り出している国があるんですよね。こちらです。シンガポール、モルディブ、フィリピンとかね、このあたりですね。シンガポールはですね、エアトラベルパスの事前登録などのプロセスを前提にとなるんですけど、限られた国からね、低リスク国からのビザなし渡航を実現させている国なんですよね。残念ながら日本からのビザなし渡航っていうのはまだできないんですけど、オーストラリア、ブルネイ、中国、ニュージーランド、台湾、ベトナム、これらからのシンガポールへの渡航っていうのは許可されているということになるので、アジア圏の中では先進的な国ですよね。そしてモルディブに関してはですね、7月時点から全世界
海からのね、渡航緩和を実現した国の一つなわけですけど、欧州と同じタイミングでの渡航緩和にね、舵を切ったということで、アジア圏では珍しい国ですよね。そしてフィリピンに関しては、こちらの動画でお伝えしておりました、バリクバヤンというね、フィリピン人家族に向けたプログラムが最近緩和になっていましたよね。フィリピン人パートナーである外国籍の配偶者、またはその子供を対象にビザなし渡航を条件付きで認めるというものだったわけです。そしてですね、ここにタイが加わるという流れになるんだと思いますけどね。このタイについてはですね、本日お伝えした記事に誤りがなかったとすれば、一気にですね、60を超える国を受け入れるということになるわけですから、アジア圏の中では間違いなくね、インパクトのある緩和になるんだと思うわけです。世の中はですね、こちらのグループに分かれる形で今後ビザ免除が進んでいきそうだなと思うわけなんですね。高リスク国の開き直りのビザ免除復活。これはですね、アメリカだとか欧州のことですね。そして低リスク国である14日間隔離措置を前提としたビザ免除措置。これがですね、今回のタイに当たるモデルですよね。そして最後にワクチン接種証明書を前提としたビザ免除復活ということで、ぜひですね、最後のワクチン浸透までがうまく進む日を待ちたいとは思うんですけど、その手前のね、オプションとしてのタイモデル、僕個人としてはフィリピン政府がこのあたりを見習ってもらってですね、制度設計していってもらいたいなと思うわけなんですね。本日は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Daichen. Like the sunset. The sunset.